こんにちは、バスキエです。このチャンネルはね、業界の発展を目的としており、新製品情報、ポイント紹介、タックルインプレッションから実況動画までバスフィッシングに関するあらゆる動画を配信しております。チャンネル登録はね、まだの方はぜひチャンネル登録、少しでもねためになったとか、ちょっとやってみたいとか思っていただけた方は高評価していただけると、私ねモチベーションをねなんとか保てますんで、ぜひねよろしくお願いします。よろしく頼む。ということでね、今回はですよ、これ純正のね22バンタム、純正です。もうこっちは全くいじってない超純正のバンタム、もともとこんな感じで、私の動画にたびたび登場しているバンタムがこちら、はい、MC スクエアードの、タタラ、そして掛塚デザインワークスさんのオフセットクラッチ、はい、ついてます。でこんだけカスタムしててすごくね使いやすくて気に入ってるんですが、今回はもうカスタマイズできるとこまでやっちゃったらどんな感じになるのかちょっと興味湧いてきてですね、今回鬼のようなカスタマイズをしていきたいなと思っております。で何をカスタムしていくか、パーツをちょっと順番にご紹介しますね。はい、今回カスタムするパーツがこちらです。はい、まずスプール変えちゃいます。これはアベイルさんの浅溝スプールです。っていうのも、私これね元々のオリジナルは16ポンド100巻きなんですよ。で16ポンド 100m 巻いていつも使ってるんですけど、100m ギリキチキチ巻いたりとかっていうのはほぼないんですよね。これがねだいたい90ぐらい、 90m でこんなもんなんですよ。100巻くとパンパンになってね釣りしにくいんです。だからいつもちょっとこう目減りさせて巻くんですけど、これは16ポンドパンパンに巻いて 75m 巻きなんです。ちょうどいいんです。私ぴったりなんです。いつも 75m ぐらいしか巻かないんです。なので 75m 巻きの浅溝スプール、そしてこのスプールなんとめちゃくちゃ軽いんです。なのでこれマイクロキャストスプールって言って、私パリでマイクロキャストスプールの SLXBFS を使ってずっと釣りしてたんですけど、もう鬼のようにバックラッシュするんですよ。でめちゃくちゃスプールが軽くってめっちゃじゃじゃ馬なんですけど、これをこのバンタムにつけるとどうなるのか、はい、で鬼のような軽さの軽い力で回転してくれるこのスプールを制御するにはやっぱり遠心じゃダメだと思って、このマグネットのブレーキも買いました。なのでスプールをマグネット制御できるマグネットブレーキのリールにこいつをしてやろうかと思っております。でプラス、はい、これロックナット、これね今このロックナットもともとあるこの MC スクエアードのやつについてるロックナットついてるんですけども、強度をねちょっと上げてみようかなというところで、このチタン製の掛塚さんのロックナット、これに付け替えてやろうかなと。でコスメもこのブラックからこうシルバーになることによってちょっと見た目変わって面白いんじゃないかなと思って、このチタン、要はすごいね、これ全然純正でも問題ないんですけどね、よりこう強度を上げるこのチタンのロックナット、これに変えます。そしてこれ、はい、見る方が見たら分かると思うんですけど、一発でこのシャフトはこのシルバーのこのシャフトです。はい、これはあんまり黒にしたからといって変わりはありません、はっきり言って。でもう変えちゃえと思って変えるだけです。でこのウォームシャフトですね、このウォームシャフトなんですけど、今この純正のウォームシャフトの中どうなってるかというと、片っぽは止まってるだけで片っぽにブッシュが入ってて、それにグリスが入ってて回ってるんですよ。でこのレベルワインドパイプはヘッジホックさんのオリジナルになるんですけども、こっちとこっち両方にベアリングが入るようになってるんですよ。だから両方このウォームシャフトをベアリングで支えるというとんでもないパーツなんです。これブッシュをベアリングに変えるのでも、に変えると1個プラス
1できるんですけど、これなんとプラス2、ウォームシャフトの両軸をベアリングで支えるという代物でございます。そしてこのレベルワインドキャップ、こちらも今プラスチックですけども、これアルミに変えます、はい、でプラスこのヘキサゴナルスタードラグ、これに変えます。これもねやっぱ純正のドラグは5本爪なんですよね。なので6本爪に変えたいなと思います。そして最後このメカニカルブレーキ、これを黒のパーツに変えたいと。もう超大手術、はい、これやっていきたいなと思います。それでは行ってみましょう。順番でいくと、まずはじめにこの2つはこのバラしていく過程で変えられるので、この2つ一旦置いときます。でまずは一番ややこしそうなこのウォームシャフトキャップとウォームシャフトですね。これも一瞬で変えれるんで、これも置いときます。一番ややこしいのはこの2つです。はい、まず分解していきます。さあ変えていきましょう。これ皆さんカスタマイズは全部そうなんですけど、本当に自己責任でお願いします。壊れたからといって私は責任取れません。カスタマイズというのはもうそういうもんなんですけどね。多分ね分解しながらカスタマイズしながら、これこういう点気をつけた方がいいなとかっていうのが出てくると思うので、その辺もね気にしながら見ていきたいなと思います。これあれですね、樹脂なんですね。なんかメタリックだからあれとか思ってたけど、どんどん分解していきます。よいしょ。はい、これが純正のスプールね。中にねこれ全部ネジがね入ってるんでね、ネジの順番など皆さん忘れないように、間違えないようにしてください。これでよいしょ。そしたら順番に外していきますよ。OK、これだ。よし、はい、全部出てきました。でよし、外れました。はい、ピンが外れました。でこの新しいパーツを取り出して新しいパイプを入れていきます。でこの入れる前にこの両軸にベアリングを入れると。でこのパイプにベアリングをセットして入れていくと。で、はい、これで両軸をベアリングが支えた状態で今ウォームシャフトが回ってます。でこれを戻していきます。で戻す時にこいつを入れた状態で戻さないといけないですね。プレッシャーを足してこのアルミのキャップに変えます。そしてこの黒いシャフトを刺します。
あとはもう順番に戻していくだけですね。 OK、 これではい黒に変わりました。これね、純正と比べるとこんな感じ。はい、そしてこのハンドルを戻すときにこのヘクサゴナルになっていくんです。これどら焼き入ってたんでどら焼き戻します。はい、閉めました。でこういうねバネが入ってるので、このバネを入れてヘキサゴナルを入れると。でここで掛塚さんのこのチタンロックナットが出てきます。はい、チタンロックナットが出てくるわけです。ここではい、ということでね、無事完成しました。ヘキサゴナルウォームシャフトパイプ、ウォームシャフトのねこの下にあるピンでダブルベアリングかというところで無事はい完成しました。いい感じ。はい、続きましてはいこれを変えていきます。スプールですね。まずはこの3つのねビスを取っていきます。よいしょよいしょ。硬いこのピン、はいでこの裏のよいしょ、これも取ると。はい、取れました。完全にこういう状態ね、透き通ってるスケルトンの状態にします。そしてブレーキダイヤル、これでこのブレーキダイヤルが取れるようになります。はい、ブレーキダイヤル取りました。今これブレーキダイヤルにオーリングが入ってるんで、このオーリングなくさないようにお願いします。右に回しながら、これ左ハンドルの場合は左に回しながら引き抜くらしいんで、はい、要注意でございます。まずね、買った時こういう状態になってるんで、これネジになってるんで、こういう風に取り外します。でここに爪が入ってるんで、この爪をこの溝に合わしながら、はいでギュッと左に回します。はい、左に回します。できっちり合ってたら、ここにねちょっと見えにくいんですけど、ここのねくぼんでるところとここの白い点が一直線になるんで、ここ気をつけておいてください。注意ポイントですね。でさっきの順番で戻していきます。まずはブレーキダイヤルで元の順番に戻していく感じですね。こんな感じ。このビスもなので、つけた位置とか順番とかは必ずその順番にパーツをね置いておくと、後でつけるときね楽ちんなんで、部品等ねなくさないように順番につけておいてください。そしたら最後にマグネットのブレーキ、これですね、マグネットブレーキを取り付けて完了となります。はい、でこのベアリング MC スクエアーズさんのねセラミックついたままなんで、こっちのスプールに移植します。でこれもねサイレントチューンなんでややこしいんですけど、これね安い Amazon のやつとかで買うと、力入れた時にこのグリってねこのパーツが折れたりするんで、これマジでちょっと気をつけてください。でこれもどっちから刺したか分かれへんくなったら困るので、こう向きに刺しました。これね刺した方向分からへんくなるんで、刺した方向に次刺す方向にマスキングとか貼っといてください。はい、で
これオーリングついてるんで、このオーリング外してベアリング外す。これも同じ状態なんで OK いきました。はい、これで MC スクエアードのベアリングが乗った状態のマグネットブレーキ仕様に変更することができました。はい、ということで無事移植完了しました。いやめっちゃ時間かかった。2時間ぐらい、1時間半ぐらいかかった。撮影しながらやってたら、まあこんな感じです。はい、もう完全にマグネットブレーキが完了しております。一体ね、これがどんなキャストフィールなのか。はい、あ、忘れてた。アベイルさんのキャップつけるの忘れてましたわ。これね、結構こうギザギザたくさんついてるんで、かなりね締め込みやすさは上がると思います。でこのメカニカルブレーキもこの中にカーボンの板が1枚入ってるんで、カーボンの板とこの丸いカーボン板入ってますんで、これを入れ替えてください、忘れずに。 OK。 はい、ということで長時間の手術の結果、じゃーん、こっちがノーマルのバンタムで、こっちがカスタマイズしたバンタムです。同じ色なんですけども、なんか色すら違って見えますね。はい、こっちね。はい、もう真っ黒のパーツになってます。で、カスタムした方はこちら両軸をベアリングでウォームシャフトを支えているのでね、強度がかなり上がっております。そしてこのシャフトもね全部、ブラックに変えて、ここはね真っ黒になってます。まあノーマルと比べたらこんな感じね。はい、そしてハンドルのロックナット、これをチタン製に変えて強度をアップしております。そしてヘクサゴナルスタードラグ、6本爪に変わったおかげで片手操作がすごく楽ちんと。はい、めっちゃ手に引っかかります。はい、どこにあっても手にかかるので片手操作がすごく楽だというところ。そして、ブラックのメカニカル、に変えてみました。せっかくねこのカーボンのブラックのハンドルがこっち側にあって、スタードラグもブラックなのでこっち側ブラックにしてみました。でもともとついてるこの、MC スクエアードさんのタタラのパワーハンドルですねに、掛塚デザインワークスさん、こちらですねのオフセットクラッチ。はい、そして見どころは何といってもこのアベイルさんのマイクロキャストスプール。今これブレーキ6でこんな感じです。でブレーキミニマムまで下げるとこんな感じでかなり回ってくれてます。ちょっとこうカタカタ言うかなっていうぐらいでしてます。これかなり感性が弱くなってるので、ショートピッチのピッチングとか軽いものに関してもこれかなり投げやすくなったんじゃないかなと思います。さあ果たしてこれが一体どんな投げ味なのかすっごい楽しみです。はい、それではね、ブランニュー、完全フルカスタムですね。もうこれ以上カスタムできないでしょっていうぐらい、いじり倒したこの22バンタム、果たして一体どんな感じになってるのか。それでは釣り場に行ってみましょう。はい、ということでね、釣り場にやってきました。この完全フルカスタマイズしたねバンタムが一体どのような感じになったのか。でラインは、16ポンドを 60m 巻いております。はい、でマックス 75m ぐらいまで巻けます。はい、なのでね、このレベルワインダーキャップ、そしてメカニカルブレーキのキャップ、これもブラックで、これがヘクサゴナルですねと、チタンのロックナットに変えております。でポイントはこちらのマグネットブレーキに変化させて、一体どのようなキャストフィールに変わっているのか見ていきたいなと思います。でまずルアーなんですけど、まずワイルドハンチ、これから投げていきます。一番ね風の抵抗が大きくて飛ばないと言われている、クランクベイトです。
はい、でまずはちょっと怖いのでブレーキマックス6からやっていきます。おお、結構飛ぶぞ。結構飛びますねこれね。ベアリングは MC スクエアとちょっとねもうフルカスタマイズなんで、逆にカスタマイズしてないところがないぐらいちょっといじってるんであれなんですけど、ベアリングは MC スクエアさんです。これ今ほぼその空中でのサミングはしてないんですけど、結構飛びますねこれ。どのぐらいかな、今30ぐらいは飛んでるかな、30以上飛んでない、40メートルぐらい飛んでるな。ブレーキ4ぐらいまでちょっと下げてみようかな。あ、ブレーキ4だと今バックラッシュして戻りましたね。これパリのねこの辺に出しておきますけど、パリの動画の時に細いライン用のねベイトフィネス用のマイクロキャストスプールをインプレッションしたんですけども、その時はバックラッシュしまくってほぼね釣りにならなかったんですよ。で最終的にどうしたかというと、メカニカルブレーキをめちゃくちゃ締めて対応したんですね。ほんと釣りにならなかったんで、これどうかなと思ってたんですけど、今、メカニカルは0ポジションぐらいですね。で4だとちょっと糸が浮くんでやっぱ5ぐらいかな。あー、うん、やっぱ6でちょうどいいですね。ハンチでもこんだけ飛んだら結構飛んでますよね。十分でしょねはい。プランターだけ飛んだら十分でしょ。ねねえ、まあロッドのレングスはあるにせよねえ、軽快ですね。軽快、超軽快、めちゃくちゃ飛ぶし、巻き感がやっぱ明らかに軽くなってるっすね。このリーディングの多分少しはこのウォームシャフトレベルバインダーのベアリング化、二軸のベアリング化がねこう役に立ってる気がしますね。全体的にちょっとかっちり感がパワーアップした感じはあります。でそれどこでわかるかというと、このクラッチ切った時のこの音ですね。プラのパーツがやっぱり減ってこう金属が多くなったんで、このカチッて切ってクラッチをこうで戻す時のこの感じがシャキーンってこうなんかこう金属っぽい音するんですよね。まあクラッチがアルミっていうのもありますけど、めっちゃいいな。まあワイルドハンチこんなに飛んだら十分でしょう。あんまりワイルドハンチで飛ばしたことないぐらいの距離は出てる。さあ続いてルアーチェンジ。次はバイブレーションかな。バイブレーション投げていきます。これぶっ飛ぶでしょうね。もう一気に3ぐらいまで下げようかな。ブレーキ3、バイブレーション TN60 投げていきます。ほらもうスプールの底見えてますね。60メーター飛んでます。すごいわ。やっぱめちゃくちゃ飛ぶねこのマイクロキャストスプールは。そしてブレーキ、まあキャストフィールがほらもうなくなる。なんか金属感増してるね。まあ TN60 こんだけ飛んだらもう十分でしょう。まあ空気抵抗の少ないルアーはかなり遠投が効くと。これ感性が効いてこの遠投になってるんじゃなくて、単純にスプールの放出抵抗が少なくなって飛んでるっていう感じですね。だから結構こうキャストフィールはふわっと浮くような軽いキャストフィールイメージですね。 TN60 全然問題ないです。続いては
ビッグベイト投げていきます。タイニークラッシュね投げていきます。まあ多分問題ないと思うけどね。まあ一応投げてみましょう。デカモンのルアーでもしっかりブレーキが効いてくれるのかね。空気抵抗は多くて重たいのでどんな感じになるか見ていきます。タイニークラッシュ、よしいきますよ。うわもうぶっ飛ぶめちゃくちゃぶっ飛ぶわ。すごいねこれ。ほんで巻き抵抗はもちろんビッグベイトなんで重たくて強いんですけど、合成感は割とそのまま残ってる感じですね。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃ投げやすい。問題ない。十分すぎるね。はい、重たいルアーはもう全然問題ないと。で私が一番やりたかったのがですよ、こんなでっかいのじゃないんですよ。マイクロキャストスプールなんで、私の予想ではこの軽いルアー、もっと言うとワーム系の使用感がめちゃくちゃいいはずなんですよ。なのでワーム投げます。フリーリグとかあの辺はね絶対大丈夫なんですよ。こう感覚的に分かるんですよ。問題はワッキーとか空気抵抗の大きいワーム、それをねちょっと見ていきます。はい、続きまして、フリックシェイク 5.8、 これの、0インチワッキ 3.5g、 これは空気抵抗がかなり大きいのでめちゃくちゃ投げにくいはずで、もともとのバンタム MGL では相当投げにくいはずなんで、相当投げにくいというかね、もうあんまり投げたくないというか、もうそのぐらいのレベルなんで、果たしてこのマイクロキャストスプールにしたことによって、そしてバンタムをマグネットブレーキ、遠心からマグネットブレーキに変えたことによってどのぐらいこいつが投げやすくなっているのか、そこを見ていきたいと思います。はい、それではねフリックシェイクで0インチワッキ 3.5g やっていきます。やっぱこの MC スクエアドさんのゼロめっちゃええわ。ブレーキマックスからねまずやっていきます。お、いや結構飛ぶぞ。多分ね5でもいけんちゃうかなこれ。巻き軽なってる。うわすげえわこれ。巻きがめっちゃ軽くなってる。うわ5で全然いける。めっちゃ飛ぶぞ。すげえこりゃいいな。これ今16ポンド巻いてるんですけど、フロロカーボン、この MC スクエアドゼロってね、その 3g から上は5オンスまで投げれるんですけど、この 3g 台のその軽いのを投げるときになかなかねアウリールがないんですよ、そもそも。だから結構迷うというか、普通の純正のバンタムとか、アンタレスとかだと16100巻くんで、軽いルアーが割とその飛びの制限がされるというか、今飛びすぎて対岸の木の上に乗りました。でこの軽いのを投げるのを前提としたこの釣りでいくと、このバンタムのマイクロキャストスプール化は全然ありですね。めちゃくちゃ飛ぶっていうか、普通にフリーリグぐらい 10g のフリーリグぐらい飛んでる。こりゃいいぞ。しかもこのヘクサゴナル化してるから、このスタードラグをこの片手操作もめっちゃやりやすいし、うわやばい、これ以上ないね。まさにバンタムの究極体というにふさわしい、感じになってます。はい、これね、もし皆さんもそのMC さんとかだけじゃなくて、他のメーカーさんとかでも、軽量から重量級まで対応しているロッドってあると思うんですよ。だからそういうロッドを使われている方もこの、バンタムチューンっていうかマイクロキャストスプール化はおすすめ。そして
このベアリングを1つ追加したこのレベルワインドにねよって強度と巻きの抵抗が軽くなっていると、結論はもうそこですね、めちゃくちゃ投げやすい。いやーこれでほんまに全部できるわ。この池ぐらいのサイズだったらもう十分です。このサイズ感でね。これは琵琶湖以外のフィールドで使うって感じかな。でも遠投がどうしてもね75までしか飛ばないので、一日中釣りしてたらねラインも 10m とかなくなったらもうフルキャストしたらラインなくなっちゃうぐらいのラインキャパしかないんで、ロッドによるんですけど、そんなに大きいルアー投げない人は14ポンドをもうちょっと量巻くとか、そんな感じで調整できるんじゃないかなと思います。いやタイはもう釣りする時間はなくって、釣り具屋だけ行きました。確かにブラジル行ってないですヨーロッパばっかりですけどね基本。ヨーロッパで何釣るんですか？ノーザンパイクって知ってます？ノーザンパイクワニみたいな魚あれが釣れるらしいです。ガーみたいな。そうそうそう。もっとガーより口でかいですね。めっちゃ手切れるっすよ。歯すごいから。よっしゃやったやったー。取りません。全然大丈夫です。全然大丈夫です。今もうラインピンって出したね。はい。気持ちよかった今のフッキング。ね、出したね。僕スピナーベイトとか毎年行きます。そういう釣りちゃいますね。はい。ということで大改造、大成功プラス、皆さんにもねぜひこのフルチューンカスタムおすすめします。今回使用したパーツは全部、概要欄に載せときますんで、ぜひね気になった方は見に行ってみてください。はい、それではね私の動画が皆さんのバスフィッシングお買い物の少しでもお役に立てれば幸いでございます。チャンネル登録とね高評価のほどよろしくお願いします。それでは。